私の人生を踏みにじる最低な奴ら。介護は嫁の務めだろう。甘えるな。嫁の分際で口答えするんじゃないよ。私の生きがいすら奪おうとするなんて絶対に許さない。私は彼らに最高の復讐を用意すべく動き出すのだった。私の名前は陽子。義実家で義両親と同居しながら細々と洋裁師をしている60歳の主婦だ。同居の始まりは約20年前。義父が倒れたことがきっかけだった。私はその頃はまだ縫製工場で社員として働いていた。当時はそこそこのキャリアを持ち、洋裁師として充実した日々を送っていた頃だった。だが義父が倒れたことによりその生活は一変する。夫が私に相談もなく勝手に同居話を決めてきたのだ。陽子、親父が倒れたし近々同居するからな。同居？ああ、母さんも年だし一人で介護なんて大変だろ。急な話に私は恫黙する。だったらヘルパーさんとか使えば。何言ってんだよ。介護は嫁の務めだろ。甘えるな。夫はバカなことを言うなとばかりに声を荒げた。でも子供の学校とか、当時子供はまだ6歳。やっと学校にも慣れ、先日初めてお友達ができたと嬉しそうに話してくれたばかりだった。ああ、転校の手続きちゃんとやっとけよ。だが夫はそんなの関係ないとばかりに淡々と話を進めていく。お前もこれを機にすっぱりと仕事を辞めて家庭に専念しろよ。今までお前のお遊びみたいな仕事を許してやってたんだ。今度はきちんと俺の実家に尽くせよ。夫の言い方に少なからずムッとする。夫は古い考えの持ち主だ。結婚当初から私が仕事を続けることにあまりいい顔をしなかった。ことあるごとに義母と結託し、私に対して仕事を辞めることを強要してきていた。そんな二人に付け入る隙を与えないよう、私はできるだけ家事も育児も手を抜かず頑張っていた。だがそこに介護も加わるとなれば話は別だ。全てをこなすのはとても無理だろう。一瞬離婚の2文字が頭に浮かぶ。しかし義家族の中で唯一私の味方をし、優しく接してくれた義父を思うと、とてもじゃないが踏み切れなかった。わかりました。私は結局この提案を受け入れるしかなかったのだった。そうして始まった同居生活は地獄そのもの。義母は夫以上に男尊女卑の考えを持つ人物だ。ことあるごとに嫁として妻としてと口うるさく言ってきた。外面の良い義母が私をいじめる時はいつも人目のない時だった。陽子さん、何ですかこの料理は。何って今日の晩ご飯ですが、その日の献立は義母の希望通り焼き魚と煮物とおひたしだった。まあ、こんな貧相な料理を旦那様に食べさせる気？作り直しなさい。ですが、嫁の分際で口答えするんじゃないよ。そう言って作ったばかりの料理を私に投げつけてきた。いいから作り直しなさい。はい。私は投げつけられた料理で汚れた服を着替えることも許されず、そのままの姿で作り直すしかなかった。その姿を義母はなんてみすぼらしいとバカにしたように言いながらニヤニヤと見てくる。私はその視線を感じながら泣かないように歯を食いしばるので精一杯だった。陽子さん、何ですこの掃除の仕方は。ちゃんと掃除しましたが。義母は掃除したばかりの廊下に私を連れて行く。そこには茶殻がまき散らされていた。まあ、これでちゃんとって、あなた私をバカにしているのかしら。いえ、そんなことは。文句を言えばさらにひどい仕打ちが待っている。私は唇を噛んで耐える。とにかく初めから全てやり直してちょうだい。それから今後掃除をするときは掃除機は使わずぼうきを使うこと。まったく朝っぱらからガー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 うるさいったらないのよ。あなたって本当に使えない嫁ね。すみません。そうしてしゃがみ込み廊下を片付けていると、私のうつむいていた頭に何かがかけられた。熱い。
私は思わず悲鳴を上げ、頭を振った。髪を触ってみると、湯気を上げている大量の茶殻が髪についていた。そんなとこにいるからつまずいちゃったじゃない。あなたが悪いのよ。本当にどんくさいわね。早く片付けてちょうだい。すみません。義母はそのまま去るのかと思いきや、少し歩いて立ち止まった。そして容器に残っていた茶殻をすべてきれいにしたばかりの廊下にぶちまけた。あら、手が滑っちゃった。まあいいわよね。今から掃除するんですもんね。そう一言言い残し、義母は笑いながら去っていった。そのまた別の日。陽子さん、何なのこれは。そこには先ほど乾いて取り込んだばかりの洗濯物があるはずだった。しかし義母に他の用事を言い渡され、少し目を離した隙に洗濯物は見るも無残な姿になっていた。前日に雨が降って庭のあちこちに水たまりができていた。その水たまりに洗濯物が泥だらけになり散乱している。ご丁寧に靴の踏み跡までついていた。まったく洗濯物一つできやしないなんて。こんな嫁見たことも聞いたこともないわ。恥ずかしくてご近所さんにも見せられやしない。さっさとやり直しなさい。はい。私は泥だらけになりながら洗濯物を拾う。その姿を義母はまたニヤニヤと見ていた。ああ、汚らしい。その姿で家の中に入らないでちょうだい。12月の寒空の下、庭の水道で全てを洗い終えるまで家に入れてくれることはなかった。毎日のように細かく注意され、嫌がらせをされ続ける。疲れ切って逆らう気力さえ湧かなかった。夫にも何度も相談したが、言う通りにできないお前が悪い。俺の手を煩わせるな。と突き放されるだけだった。この頃には日に何度も離婚したい。この家から自由になりたいと思っていた。しかし自由になるお金も頼れる親戚もなかった私には無謀な夢に思えた。そんなある日、息子である翔太が義母に向かって言い放った。おばあちゃん最低。翔太おばあちゃんのこと大嫌い。翔太はおとなしく引っ込み思案な性格だった。これまでも私が義母にいびられていると不満そうな顔はするものの、何か直接的に意見をしたことはなかった。その翔太が目に涙をためながら私をかばったのだ。長男で将来のこの家の跡取りとして大事にしてきた孫息子にはっきり拒絶され、義母は多大なるショックを受けていた。そんな翔太ちゃん、おばあちゃんはね、あなたのお母さんを思って。うるさい、触るな。いじめっ子は嫌いだ。翔太ちゃん、お母さん、あっち行こう。翔太は私の手を引いて義母の前から連れ出してくれた。そして私の手を強く握り、こう言った。お母さん、翔太強くなるからね。大丈夫だよ。お母さんは翔太が守るから。泣きながら一生懸命に私を守ろうとする息子を見る。息子の温かい手のぬくもりを感じた。息子の優しさが私の体を満たしていくのが分かった。心が奮い立つ。私は思わず息子の体を抱きしめた。お母さん、お母さんも強くなるから。お母さんも翔太を守れるくらい強くなるからね。私は今まで一体何を見ていたのか。いつも自分のことばかりで大切なものを見失っていた。そんな自分が恥ずかしい。そうだ、とことんまで戦ってやろう。嫌がらせがなんだ。私には守るべきものがある。翔太、二人で強くなろうね。うん。私たちはこの日、互いに強くなることを誓い合うのだった。私はあれからすぐに義父のケアマネージャーに連絡した。夫と義母に反対されていた介護ヘルパーをお願いするためだ。案の定、夫と義母は怒り狂った。陽子さん、あなた勝手に何をしているの。そうだぞ。嫁の務めを放棄する気か。ヘルパーなんて雇ったらご近所の人に何と思われるか。今すぐ断ってこい。二人ともまくし立てるように私を責める。今までの私だったらすくみ上がり、すぐに言う通りにしてきた。だがこれからの私は違うのだ。私は二人をきっと睨み返した。これまで
強く逆らうことのなかった私の急な反抗に二人が少しひるむのが分かった。ヘルパーも使いますし、デイサービスも使います。私はこれから在宅で仕事をしますので、二人に負けないようにあえて言い切る。何を勝手に。お前、一体何を考えてるんだ。もう決めたことです。今までの自分が嘘のようにはっきりと強い言葉が出る。息子と話してからまるで悪い夢から覚めたように視界がクリアになった。久々に思考回路が正常に働いているのがわかる。お前、俺に逆らうのか。ええ、そうです。私が一歩も引かないと見るや。夫は最後通告だと言わんばかりにこう告げた。じゃあ離婚だな。金も仕事もないお前が今俺に離婚されたらどうなるかわかるか。路頭に迷ってのたれ死ぬだろうよ。それが嫌だったらとっとと全て撤回しろ。そうよ。撤回して私たちに誠心誠意謝りなさい。夫と義母は勝ったとばかりに嫌な笑みを浮かべて私を見てくる。だが私の答えは二人の希望するものとは違った。わかりました。離婚しましょう。私が泣いて謝ってくるとでも思っていたのか、二人はポカンとする。お前、分かってるのか。離婚だぞ。もちろん分かっています。分かっていないのはあなたたちの方では。は？二人とも私は何を言っているんだという顔をする。ただ離婚して私が家を出たら誰がお父さんの介護をするんですか？お母さんですか？それともあなたが？二人が顔を見合わせる。その顔には冗談じゃないとありありと書かれていた。それにお二人の大切な世間体だってありますよね。私は別に構いませんが、近所で離婚したって噂になったら困るのはあなた方では。二人は顔を見合わせたまま眉間にシワを寄せた。もう一押しだ。それがお嫌でしたら私の条件を飲んだ方がいいのではないですか？もちろん今まで通り家のこともしますし、お父さんの介護もします。あなたたちには悪い条件ではないと思いますが。二人とも苦虫を噛みつぶしたような表情をする。ややあって夫が口を開いた。分かった。お前まで何を勝手に。じゃあ母さんには何かいい案があるのかよ。親父の介護できるのか。家事だってできんのかよ。俺は手伝わないぞ。それはできないだろうなと思う。今まで義母は邪魔するだけで何もやってこなかったのだ。では決まりですね。ヘルパーさんは明日から来られるそうです。私はそれだけ言うと部屋を後にする。足早に階段を上がり寝室へ、そして扉を閉める。途端に足に力が入らなくなりその場に座り込んだ。怖かった。今さら震えてきた体をぎゅっと抱きしめる。怖かった。とてつもなく急に強くなれるわけなんてないのだ。だけど言えた。条件だって飲ませた。離婚していいわけはなかった。だって夫の言う通りお金も職もないのだから。このまま離婚したら親権だって取られてしまうかもしれない。あれはただのハッタリだった。ふふ、やればできるじゃない。陽子。膝に顔を埋め震える声で自分を鼓舞する。しばらくそうしてから長く息を吐く。だがいつまでもうずくまっているわけにはいかない。翔太の温かい手を思い出す。それだけでまた力が湧いてきた。よし。顔を上げて両頬を軽く叩く。震えは収まっていた。息子の翔太はあれから宣言通り私を一生懸命に守ってくれた。義母を威嚇し自分が手伝ったものには手を出されないことを覚えると積極的に家事を手伝ってくれたりもした。しかし大きくなった翔太は私を守るため家を出ないと言い出した。ダメよ翔太、家を出なさい。やだよ。だって俺が家を出たら母さん一人でばあちゃんと父さんの相手しなきゃいけなくなるんだぞ。大丈夫よ。でも翔太、今までお母さんを守ってくれてありがとう。あれからお母さんも翔太も強くなった。そうでしょう。だからもういいのよ。今度は外の世界を見て
自分のために生きなさい。行きたい大学があるんでしょ。それはでも県外の大学だから、絶対父さんもばあちゃんも許さないよ。夫と義母は、長男は家を出たとしても実家の近くに住むべきという考えの持ち主だ。県外の大学に行くと言ったら猛反対するだろう。だが私は逆にチャンスだと思っていた。翔太をこの家の呪縛から解放するチャンスだと。そんなことで諦めないの？お金ならお母さんが出すわ。いい？絶対にこの家を出るのよ。でもそれは母さんがこの家から出るために貯めたものだろ。いいのよ。お母さんはまた貯めて必ずこの家を出るから。だから翔太は一足先に家を出なさい。大丈夫。お客さんだって増えてきたし、今度はすぐにたまるわ。私は翔太を心配させないようにっこりと笑ってみせる。そうして半ば無理やり翔太を家から出した。それから5年後、義父が他界した。悲しかったが正直ほっとした気持ちもあった。夫は相変わらずだった。60歳を過ぎ、そろそろ定年退職を迎える頃である。そうしたら夫と一日中この家で顔を合わせ続けなければならない。そんなのは全くもってごめんだ。考えただけで辟易する。義母は80代も半ばに差し掛かろうとしていた。義母の細々とした嫌がらせはあれからも続いている。この先この2人を同時に相手しなきゃいけなくなるなんて考えただけでげんなりする。私は離婚に向けてあれからまた少しずつお金を貯めていた。今日は私に依頼を出してくれた近所の佐藤さんのお宅へお邪魔していた。すみませんね。孫娘がどうしてもあなたに作ってもらいたいって言うもんですから。いえいえ、まだお時間も十分にありますし大丈夫ですよ。佐藤さんの孫娘のマリちゃんは半年後に結婚する予定だ。今回はなんと私にウェディングドレスを作ってほしいと依頼してくれたのだ。今日は採寸をしに佐藤さんのお宅へお邪魔した。部屋に通してもらうとマリちゃんは待ちきれないとばかりに私に飛びついてきた。おばちゃん。まあマリちゃんったら準備万端ね。こらマリ、はしたないですよ。マリちゃんはすでにブライダルインナー姿で待機してくれていた。ふふ、風邪をひかないうちに早速採寸しちゃいましょうか。お願いします。マリちゃんは元気に返事をしてキラキラした目で私の手元を見つめる。しばらくそうしておとなしく採寸をされていたマリちゃんが先ほどとは違う静かな声で私に話しかけてきた。おばちゃん、私ね、おばちゃんにドレス作ってもらうのが小さい頃からの夢だったの。そうなの？初めて聞く話に驚く。翔太さん、小さい頃こっちに引っ越してきたでしょ。最初はすっごく暗い子だなって思ってたんだ。話しかけてもうつむいてボソボソ喋るだけでつまんない子だなって。私は小さい頃の引っ込み思案でおとなしかった翔太を思い出す。でもさ、ある日急に顔を真っ赤にしながら自分からみんなに話しかけるようになって、その時男子がからかうみたいに翔太に言ったんだよね。おいおい、急に気合い入れてどうしたんだよってニヤニヤ笑いながら。マリちゃんは昔を懐かしむような顔で話し続ける。そしたらさ、翔太ってば俺がお母さんを守らないといけないから強くなるって決めたんだってその男子の目を見ながらきっぱりと言ったんだよ。相変わらず顔は真っ赤だったけどみんなでかっけーなってなって。マリ、言葉遣いが悪いですよ。はい、ごめんなさい。またも注意されるがマリちゃんはさらっと受け流す。それでそこから翔太の母ちゃんってどんな人なんだって話になって。マリちゃんがふと私の方を向いて微笑む。そしたらお母さんは魔法の手を持ってるって。ぬいぐるみでもお洋服でもお姫様のドレスだって作れちゃう魔法の手を持ってるんだって翔太が自慢げにそう話したの。途端にマリちゃんの目がキラキラし始める。それでもうみんなで大興奮。女子なんかドレス作ってもらいたいって話して、
実際に何人かの女の子はドレスとかよそ行きのワンピースとかおばちゃんに作ってもらってた。私は昔を思い出す。そういえば、家で仕事を始めたばかりの頃、子供用品の依頼が急に増えたことがあった。何か行事でもあるのかと思っていたが、そういうことか。マリちゃんが屈託のない笑顔で私を見つめる。その顔を見ると、何故だか胸がいっぱいになった。私もドレスが欲しいってお母さんにお願いしたんだけど却下されちゃって、その頃からずっと夢だったの。おばちゃんにドレス作ってもらうの。だから結婚するってなった時に絶対ウェディングドレスはおばちゃんに頼みたいってお願いしたの。おばちゃんが引き受けてくれるって聞いた時はすっごく嬉しかった。そうだったの。私もマリちゃんにドレスを作れてとても嬉しいわ。私は心からそう思った。マリちゃんの採寸を終えてからはせわしない日々を送った。家事をこなし、義母の相手をし、ドレス作りを進めていく。それでも久しぶりに心が躍るほどの充実した日々だった。やっぱりウェディングドレスは作りがいがあるわね。最近の義母の嫌がらせは昔に比べると随分とおとなしかった。何かを壊したり汚したりすることは少なく、私の作った煮物の鍋に醤油を大量に入れてみたり、私の飲んでいたコーヒーにいつの間にか墨汁を混ぜてみたり、どれもリカバリーの効くものや私だけに実害が及ぶもので、小学生のいたずらのようなものばかりだった。だから油断していたのだ。マリちゃんの結婚式まであと2週間と迫っていたこの日、ウェディングドレスがついに完成した。やっとできた。純白のドレスは作った私が言うのもなんだが、とても綺麗で輝いていた。今日は久しぶりに翔太も実家へ顔を見せに来るという。今日はなんだかいい日になりそうね。私は浮かれていた。よし、朝の家事をこなしてマリちゃんに連絡しよう。そうして1階のリビングへと降りていく。仕事場にしている部屋の鍵をうっかり閉め忘れているのにも気づかずに、朝食が終わり掃除をしている頃、翔太がやってきた。私はウキウキで終わったばかりの仕事を見せようと2階の仕事部屋へと案内する。すっごくいい出来なの。へえ、それは見るの楽しみだな。そんな話をしながら階段を上がっていく。その時だった。なぜか義母が私の仕事部屋から出てきたのだ。なんで？私の声に義母がびくりと肩を揺らす。そして後ろ手にさっと何かを隠した。嫌な予感がした私は義母を押しのけ、慌てて部屋に入った。そこにあったのは真っ黒な墨をかぶったウェディングドレスだった。血の気がさーっと引いていく。後ろで義母と翔太の言い合う声が聞こえたが、内容は何も耳に入らなかった。とにかく早く何とかしないと。私は急いでトルソーからウェディングドレスを外すとお風呂場まで走った。お願い、お願い、お願い、お願い。半泣きになりながらドレスを洗う。何度も何度も水を変え、何度も何度も繰り返した。だが何回やってもところどころ残ったシミは消えなかった。私は絶望感に襲われた。マリちゃんの嬉しそうに笑った顔を思い出す。すると涙があふれ止まらなかった。その時玄関からマリちゃんの声がした。私はよろよろとお風呂場から玄関に向かう。私の姿を見たマリちゃんは慌てて私に駆け寄ってきた。おばちゃん、翔太から連絡もらって急いできたの。おばちゃん、大丈夫？マリちゃんは真っ先に私の心配をする。翔太から連絡をもらったのならドレスのことだって聞いているはずだ。なのに私の心配をする。ごめんなさい、マリちゃん。ごめんなさい。私は泣きながら土下座した。結婚式まであと2週間しかない。初めから作り直すのはもう難しい。おばちゃんいいから。私は大丈夫だから。ねえ、顔上げて。マリちゃんは懸命に明るい声を出そうとしていたが、声は震えていた。大丈夫なはずがない。一生に一度の結婚式。しかも昔からの夢が叶うはずだったのだ。ごめんください。玄関からまた声がした。
涙のにじむぼやけた目で見ると、そこには息を切らせた佐藤さんが立っていた。おばあちはあ、もうマリったらちょっと待ちなさいって言ってるのに、全然言うこと聞かないんだから、この老体を走らせるんじゃないよ。佐藤さんは上がりがまちに座り込むと、大きく息を吐き出した。佐藤さん、話はなんとなくマリから聞いたわ。あの人のせいでドレスが台無しになったって。本当に申し訳ございません。私は深く頭を下げる。陽子さんのせいじゃないわよ。頭を上げて。ドレスやっぱりダメそう。はい、何度も洗ったんですが、シミが残ってしまって使えそうもありません。私はうつむいて唇を噛む。そうねえ、陽子さんとマリに見てもらいたいものがあるの。そう言って佐藤さんは持ってきた大きな箱を開いた。これは、おばあちゃん、これ。そこにはウェディングドレスが入っていた。これはね、私のウェディングドレス。死んだおじいちゃんが私に買ってくれたものでね、今でも大事にしてきたの。だからほら、黄ばみもなく真っ白でしょ。佐藤さんがにっこりと笑う。ちょっとデザインは古いけれど、陽子さんにリメイクしてもらえば十分着られると思うの。どうかしら。私は全体をさっと確認してみる。大丈夫そうだ。でも本当にいいんですか？大事にされてたんですよね。いいのよ。おじいさんとの思い出は私の胸の中にちゃんとあるし、おじいさんだってきっと許してくれるわ。それに孫娘に来てもらえるなんて最高じゃない。どこにハサミを入れたって構わないわよ。マリをとびきりきれいにしてやってちょうだい。おばあちゃん、マリちゃんが佐藤さんにぎゅっと抱きつく。ありがとう、おばあちゃん。そうと決まれば急がなければ。私はマリちゃんを仕事部屋へ連れて行く。仕事部屋では翔太が義母を怒鳴りつけながら部屋を掃除してくれていた。ありがとう、翔太。助かった。母さん、ドレスは？あのドレスはダメだったけど、佐藤さんが自分のウェディングドレスを提供してくれたの。今から急いで、絶対間に合わせるわ。マリちゃんに一度来てもらうから、部屋から出てくれる？わかった。ばあちゃん、早く出て。翔太がぐいぐいと義母を押す。そうして義母は廊下で待ち構えていた佐藤さんに捕まった。佐藤さん、なんでですって。あなたが台無しにしたあのドレスは私の孫のためのドレスです。こちらでゆっくりとお話を聞かせてもらいますからね。ごめんなさい。そうして義母は佐藤さんに引きずられていった。私はその間にマリちゃんにウェディングドレスを着てもらったまま、どんどん仮縫いをしていく。すごい、魔法みたい。マリちゃんのつぶやく声が聞こえる。そうだ、私は魔法使いだ。絶対にマリちゃんを素敵な花嫁さんにしてみせる。私はその日から寝る間も惜しんでドレスを作り続けた。ドレスが出来上がったのは結婚式当日の朝だった。なんとか仕上げたドレスを持って会場へ行く。ウェディングドレスを着たマリちゃんは、それはもう美しかった。きれい。マリちゃんもうっとりと息を吐いた。おばちゃん、ありがとう。こんな素敵なドレス、夢みたい。マリちゃんは涙を浮かべて微笑む。ほらほら、泣いたらお化粧が取れちゃうわ。お化粧が取れたって、このドレスがあれば私、綺麗なままの自信あるわ。まあ、お上手だこと。私たちは顔を見合わせ、ふふふと笑い合う。そろそろお時間です。スタッフが呼びに来る。じゃあ、また後でね。マリちゃん。待って。マリちゃんが私を呼び止めた。まだ何かあっただろうか。どうしたの？マリちゃんが真っ赤な顔で口ごもる。本当にどうしたのだろう。マリちゃん？ドレス、本当にありがとう。お母さん。マリちゃんが大きな声で言う。その声に一瞬固まってしまう。だが、その後に胸に広がった温かな喜びは、形容しがたいほど幸せなものだった。こちらこそ、私の息子のお嫁さんになってくれて、私の娘になってくれてありがとう、マリちゃん。その後の式は言うまでもなく、
素敵なものになった。みんなが笑顔で祝福する。翔太もマリちゃんもとても幸せそうだ。よし、私もあと少し頑張ろう。私は子供たちの笑顔を胸に決意を固めるのだった。翔太たちの結婚式に夫と義母が呼ばれることはなかった。あのドレスが汚された日、翔太は夫と義母に絶縁宣言をしに来ていたのだ。俺は二度とこの家には帰らない。俺はマリと結婚して佐藤翔太になる。そう宣言された夫と義母は慌てふためいた。そして私もそれに続く。私もこの家を出ます。あなた、離婚してください。そうして離婚届を差し出す。わめき散らす夫にこう追い打ちをかける。そうそう。今までの暴言や私に対する扱いもすべて記録に残してあります。あなた方二人からきちんと慰謝料も払っていただきますので、そのおつもりで。そう言って家を出た。私の次の部屋は翔太が探してくれていた。翔太もマリちゃんも一緒に住もうと言ってくれたが、それは固辞した。新婚である二人の邪魔をしたくなかったし、私も久しぶりに自由を謳歌したかったのだ。誰のお世話もしなくていい一人暮らしはとても快適だった。おかげでマリちゃんのウェディングドレスも間に合った。もういいことずくめじゃないか。あの後、毎日つけていた日記が証拠となり、義母からも夫からも慰謝料を取ることができた。それと義母の悪行は佐藤さんの口からご近所に広がり、義母は今では一歩も外に出られなくなったそうだ。そうこうしているうちに義母の認知症も始まり、夫はあんなに嫌がっていたヘルパーとデイサービスを使いながらなんとか生活しているそうだ。そういえば一度、母さんの介護が大変でご飯を食べる暇もない。部屋もぐちゃぐちゃで変な匂いがするんだ。助けてくれ。と元夫から連絡が来たが、丁重にお断りをしすぐさま着信拒否にした。ざまあみろよ。もう関係ないわ。あんたたちなんか。私はあれから本格的に仕事を再開した。新しくいただいた仕事を前に微笑む。依頼してくれた人が笑顔になるところを思い浮かべた。よし。私は一針一針に思いを込めて繕っていく。魔法みたい。あの日のマリちゃんの声がよみがえる。私は今日も誰かの魔法使いになるために無心に手を動かすのだった。